山犬と大蛇。小さな生き物たちがうごめき始めた山中を狩人の男が一人さまよっていた。春はもうそこまで来ていた。男が大きな岩の下を通りかかると、その下には3匹の赤ん坊を抱えた山犬が静かな目でこちらの様子をうかがっている。男はいつも狩りの共に子犬が欲しいと思っていた。そこで山犬の母に近づいてこう言った。山犬の母よ、よくぞ元気な赤たちを産んでくれた。おめでとう。ところで相談だが、そのかわいい3匹の赤たちのうち、1匹だけ私にくれないだろうか。その赤を家族と思い、大事に育てるから。山犬の母は、男の言葉に承知するように、頭を縦に振り、一声吠えた。男は、では、近いうちに赤を迎えに来るから、それまで待っていておくれ。と言い、一旦山を降りた。それから12日後、男は赤飯と魚を重箱に入れ、再び山犬の母を訪れた。山犬は岩の下で待っていた。男は重箱を開けて山犬の母に差し出すと、それじゃあ赤を1匹俺に送れ、と言った。山犬の母は3匹の子犬の尻尾をくわえ、順番に振ってみせた。1匹目の子犬が、キャンキャンと鳴いた。2匹目の子犬も、キャンキャンと鳴いた。3匹目の子犬は、鳴かなかった。男は、その赤をもらおう。安心しておくれ。大事に育てるから。山犬の母よ。ありがとう。と言い、性の良い3匹目の子犬をもらい受け、山を降りた。男は山犬を我が子のように可愛がった。家にいるときも、狩りに出るときも、日の照りつける夏も、雪の降る厳しい冬も、いつも一緒に過ごした。山犬もそれに応えるように男に懐いていた。何年か経った頃には体も大きくなり、立派な山犬に育っていた。そんなある日、いつものように山犬と一緒に狩りに出ていた男だったが、夢中で獲物を追ううちに日が傾いてしまい、薄暗くなった森の中を一晩の宿を求めさまよっていた。山の日は沈むのが早い。あっという間に暗闇に包まれた森の中で、男は大木の根元に大きな洞が開いてるのを見つけた。今日はここに泊まるしか仕方がねえ。男は力なくそう言って、暗く大きな洞の中に入った。途端にさっきまで男の後ろでおとなしくしていた山犬が着物の袖に噛みつき、うなり出した。おい、どうした？仕方がねえだろう。今日はもう帰れねえ。我慢するんだ。
男は山犬を叱ったが、山犬はなおも激しく吠え立てた。なんだ、何をしている。おとなしくしろ。けれども山犬はますます狂ったように牙をむき、吠え立て、袖や裾に食らいつき、破れるほどに引っ張った。どうした。なんだ、何をする。やめろ。気でも狂ったか。俺を食らおうというのか。ならば。男はとっさに腰につけた出刃を抜いて山犬の首を断ち切った。体から切り離された山犬の首は男の頭上に飛び上がり、何かに食らいついた。そしてその何かと一緒にどたりと地面に落ちた。それは鱗を不気味に光らせた驚くほど大きな大蛇だった。山犬の頭は大蛇の喉元に食らいついたまま離れない。大蛇は太く長い不気味に光る体をうねらせ、バタバタとのたうち回っている。男は一瞬何が起きたかわからなかったが、震える手に握りしめられていた山犬の血のついたままの出刃でのたうち回る大蛇にとどめを刺した。山犬は大蛇から男を守ったのである。男は自分の犯した過ちに気づき、その場に泣き崩れた。首を切り離され、横たわる山犬の亡骸を抱き上げて、その過ちを詫び、おいおいと泣いた。闇の中にぽっかりと開いた大木の洞からは、夜通し男の泣き声が響いた。翌朝男は山犬の亡骸を背負い山を降りた。そして家に帰ると墓を作り、その哀れな亡骸を埋め、人にするそれと同じように葬式をした。男は殺生を、狩人をやめ、山犬のために経を読み、四国、西国から諸国を巡る六部の僧となった。山犬との契約。男はなぜ気が狂ったと勘違いしたとはいえ、可愛がっていた山犬を殺してしまったのか。この山犬と大蛇の話は山梨に伝わる民話で、他の地域にも同様の話が多く残されている。例えば徳島では赤松の犬の墓という話がある。その話では山犬の子をもらい受ける際、男と山犬の間で、山犬の子は1000匹になったら主人を取るという契約がなされている。男はあの日、山犬と共に1000匹の獲物を捕らえ、契約の時が来たと思い込み、山犬がついに自分の首を取りに来たと思ったのだ。しかしその場合もやはり勘違いであった。長い間共に過ごした山犬が男の首を取りに来ることはなかったのだ。
そして首だけになった後もその絆のために懸命に男を守った。犬神の呪いの術と比べると残酷にも首を切られた犬、そして主人に服従する犬。無残な結果に変わりはないが、呪いのために服従した犬神。行き違いのために刃を向けられるも、その絆を守り抜いた山犬。その道は別の道である。